はい、久しぶりに皆さんにお目にかかりますね。皆様久しぶりじゃないのかもしれないけれども、はい、世の中ね、皆さんの人生相談やってるとね、すごい面白いこといっぱいあるんですよ。例えば先ほど私ご質問をいただいたんですけれどもね、お母さん、私これもうご存知ですよね。お母さんの話っていうのはしょっちゅうしてると思うんですけど、全てのお母さんは実は一人なんですね。江戸川慶子やってるとはっきりわかるかな。要するに慶子のリーディングというのは、ある人の過去のことを全部知っているということになりますから、前世でどんなお母さんに育てられたか全部知ってるね。また前世でどんなお母さんに育てられたか、これも知ってるわけですよね。知ってるっていうのは、自分が顕在意識では知らないけど、潜在意識にもう何万年か前のことからですね、自分が何度も生まれてきた全ての生まれてきた時のお母さんの記憶全部残ってるんですよね。だから知ってるっていうのはそういう意味かな。お母さんを知ってる。逆の立場で言うと、全ての人のお母さんは自分のどんな子供を育てたかという全部の記憶を持ってるんですよ。ですから前世のね息子がどんな子供であったか、どんな状態でね接触して、それからまた次の子供についてもですね、こう全部記憶されてる。ですから全ての人のお母さんは一人のお母さんであって、それで全ての人は同じ一人のお母さんから生まれて育てられているということが現実的にはっきりするんですね。そうするとね、いろんなことが解けてくる、見えてくるということになるかな。で今度は私は根性では男性として生まれたので、子育てをお父さんとしてやってますね。それでお父さんとしてやってて、皆さんどう考えられるでしょうかね。初めてお父さんになる時にね、さあやってやるぞ、お父さんやってやるからなと、こういう感じで、当然ですけど子供がね生まれてきましたね。それで私はケーキ屋さんだから、決してダメという育て方はしない、素晴らしいねという育て方をするんですね。これもはっきり分かってたので、初めからそうでした。ですから多分っていうのはね、覚えても何もいないんだけど、私は子供を叱ったことがない。素晴らしいね、可愛いね、まあうまいことやった、これからどうするの、あ、そんなことやってるんだ。で子供がこうですね、お父さんお父さんのやり方ね気に食わないという時も、そうか気に食わなかったんだ。どんなやり方がいいと思う、そうかそれやってみようか、じゃあお父さんもそれちょっとやってみるからね、というような感じで子育てしたかな。ですからこれ子育てじゃなくて、実は簡単なこと言うとワンちゃん育てもそうかな。もう15、6年前にね、こんなちっちゃなワンちゃん、まあご縁があって話したかもしれないんでね、連れてきました。連れてきましたっていうのは持ってきてくれたんですね。捨てられてたワンちゃんですね。で例えばそのワンちゃんね、伏せなんて覚えさせるの、私はもう5分もかかんなかったかな。ちっちゃなワンちゃんだからもう喜んでこんな格好して伏せてるよね。その時に伏せと言うんだよね。伏せって言って、可愛いね、もうなんて可愛いの、お父さんね、このワンちゃん、黒だから黒って言いますね。黒ワンちゃん大好き可愛いねって言うんだね。それで伏せと言っとくわけ。そしてまた次にね、伏せって言ってワンちゃん可愛がってもらいたいから、すぐパッとこうなる。また可愛いねって言ってね、伏せと言うんだよね。その繰り返しだったかな。だからうちの
息子の子育てもそれやったんじゃない？多分そうだよね。例えば子供にお小遣いをこうやるとろくでもないものを買ってくるでしょうね。そういった時もろくでもないものを買った時になんていうかな、これろくでもないとか、なんでこんなの買ったのかとかね、買っちゃダメなんてまず言わなかったね。面白いかいっていうの。それか面白いかい、楽しんでるとこんな感じだね。そして楽しんでるって言ったら買えばいいわけだけれどもね。ただお父さんはそのことに関して提案があるからねっていうの。1週間に一遍何百円かなんか差し上げるから自由に使っていい。お父さんそれについて、買ってきたことについて何とも言わない。ただね、見せてね、お父さんも見たいと、こういう感じなんだよね。それで週に例えば100円なら100円ということにしますよね。これも子供と話し合いで決めたんだけど、それで100円で買ったことについてこっちから聞かない。何買ったのって聞かない。お父さんこんなの買って面白いよって言ったら、面白いね、やってみてやってみてって言って、こんな感じかな。それから年齢が上がるに従って金額を上げてってね、中高小学校入るようになったらそれなりの年齢、小学校高学年だったらそれなりの年齢に即した金額を設定して、それ以上小遣いやったことないかな。で欲しかったら郵便局に口座を作ってね、貯めてってねって言って、その貯めたので買ってよと、こんな感じだったね。で私は子育てなんかどうこうしたことがないかな。でね、実はこれ子供だけではない、ワンちゃんだけではない、よそさんのお子さんでも同じことをやるということかな。だから子供を叱ったことはないね、ということになるんですね。それでね、人生っていうのは人々のお役に立つ、人々のというか生命のお役に立つというのが私のやり方なのでね。それで私は子育てしながら子供の当然お役に立つ、それで子供のお母さんである家内のお役に立つ、これしか頭になかったかね。だから子育てっていうのはお役に立つことかね。でお役に立っているっていうのが実は祝福なんだね。何言ってるかっていうとね、私は自分が子供のお役に立つ、あるいは皆さん人様のお役に立つと思ってない。もうお分かりですよね。例えば私の子育てしているのは全ての人のお母さんが私を通して子育てしている、そういう感じかな。だから何のことはない。お母さんをいつも感じている。治療する時そうですよね。もう皆さん慣れたと思うんだけど、私は治療してるのは全ての人のお母さんが私を通して治療してる。だから皆さん困って福田先生に直したいところがあったらここと言ってくれればいい。皆さんのお母さんと私のお母さんは同じ人だよね。人という言葉を使ったけど同じ祝福、優しさ、知恵を持った方、と言っても私なんだけど、皆さんなんだけど、だから皆さんが目的をはっきりしてそのお母さんを感じればいい。でご質問があったんですけどね、そのお母さんがね、世の中いっぱいいるんです。私になかなか言わないよ、言わない。お母さんにどんなお母さんですかって言ってね、なかなか言わない。で、いいお母さんですかって言ったら、いいお母さんですって言うんですね。でも、こっちは見えてる。お母さんに手こずってるなっていうのがね。というのはね、いいお母さんですかってこう聞いた時にね、もう、その人のから出てくる、なんていうの、オーラが良くないって言ってるんですよね。これも、今日その話もしちゃいますんでね。
これもすぐ分かるようになるんですよ。人間ってのは面白いね。例えば私がうん十年前に指圧を習って、で指圧を皆さんに教えた。私は教えたがり屋さんだから教えた。そして指圧、私の背中指圧やってごらんって言って指圧やってもらったら、びっくりしたのはね、その人がどんな人かっていうのすぐ分かった。どんな人かっていうのは、なんとか大学を出て何の仕事をしてますよ、そういうこと意味じゃなくてね、どういう人間性を持ってるかっていうのすぐ分かった。ということなんだね。だからお母さんが嫌いな人、私に隠してても私はすぐ分かる。ですからお母さんとこう話をしますとね、その方のお母さんと話をしますと、その親子の関係がね、とってもうまくいくようになるんですよ。これが面白いと、こういうことですね。それでまた申し上げたいと言いますかね、お母さんを感じるときに、お母さんってね、私が今自分のお母さん呼びますよ。今自分のって言ったでしょ。これ何度も申し上げてる。私は生みの母親の顔を知らない。盛られてっちゃったから。それから何人かのお母さんに育てられた。ね。で、だから私のお母さんいっぱいいるんだけど、今私を通して治療してるのは、世界中の人たち、かって生まれてきた人、今生きてる人、これから生まれてくる人、みんなを産み育ててるお母さんですよね。ですから私が皆さんを治療するときに言ってありますよね。目的はっきりさせた。治療、福田のお母さんに治療してもらおうと思って目的はっきりさせたらね、はい、私やりますよ。お母さん、ほら来た、お母さん来た。それでね、胸椎の2番3番、ここです。T シャツを着た時のね、ラベルの位置。お母さんの手あったかいね。お母さんもう本当にありがとうって言ってね、さっさと感謝しちゃう。で、お母さんに感謝するときは、頸椎の5面、一番上のところで、1番2番って言うんですけどね、ここで感謝するの。神様ありがとう。お母さん嬉しいよ。で、その頸椎のね、7番、6番、7番、下の方、私手当ててるとこ。このところでね、私は皆さんに感謝するの。黒猫さんが来たらね、今日も来ましたね、黒猫さんね、朝早くから。黒猫さん、どうもありがとう。ね朝早くから来て大変でしたね。見てた？ここで挨拶したでしょ。ほら、こうやって。神に挨拶するときはここで挨拶してた。はい、自分に挨拶するときは、福田貴則、素晴らしい存在。頸椎の3番4番で祝福してんだよね。分かった？祝福ってこうやるの。それで祝福っていうのはね、祝福したから相手を変えるんじゃない。祝福したから相手が変わるんではない。祝福する相手を変えるために祝福するんじゃないんですよ。嬉しいから。生きてんの嬉しいから。だから祝福するんですね。今祝福してます。だから神様生きてんの嬉しいよ。福田貴則、素晴らしい存在。で、お母さん。あるいはお友達でも、あるいはご主人でも奥さんでも構わない、子供たちでも構わない。ねえ一緒にいるの嬉しいよ。見た？ほらここで祝福してるじゃない。嬉しいよ。肩見てこれ祝福するの。これね、祝福とかなんか無条件なんで、いい息子にしようと思って祝福するんじゃないんだよね。感動するんですね。で、私が三拍子で言う祝福感謝感動っていうね、祝福感謝感動っていうのをやるんだね。それで祝福したらもうおしまいかな。それでまた皆さんに聞かれるの、嫌な人に出会ったらどうするのって言うんだよね。私もこれよくわかる。もうしょっちゅう毎日に嫌な人に出会うけどね、今もやりましたからね、嫌な人って体硬くしてるんですよね。出会ったらね、まず面白がるの。おへそでお茶沸かすっていうけど、これも多分感覚的にわかると思う。今嫌な人がいた。嫌な人だな。ほら面白いね。今おへそ指さしてんだけどね、嫌な人だね。受け止めるの。
受け止めるの。そのことについても嫌な人だっていうのは体験しちゃった。ということは、過去に私はその嫌な人に会うことを選択してたんです。前世かもしれない。それもう選択しちゃったから、ほら、面白いよね。もう一つね、この人に対しての私がどうこうするじゃなくてね、この方にお役に立つぞ、立ってやるぞ、あるいは立ちたい。だから面白いねって言ってるんですね。この方のお役に立ちたいって面白いね。だから私は基本的に敵がいないんですね。嫌な人いた時にお役に立ちますよという雰囲気で近づいていくというのが私の生き方で、その人から逃げない。だってこんな面白い体験をこの嫌な人がさせようとしてくれてるじゃない。面白いねって言ってトコトコって言ってね、何かお役に立ちませんか、立てますか、あるいは立ちましょうか、お困りなところがありますかという反応をするかな。で、その人が変化するのなんか全然興味ない。私がお役に立てたということだけに興味があるということですね。で、この次また面白い話しますよ。私はということでね、神とお話ができる。その話しますからね。待っててよ。神様。面白い人たちだよ。人と言ったね。神様ってね、面白い神たちだね。